愛です。前回のこちらの小さなお店の作り方はなんとインスタグラムで35万人の方に見ていただけました。ありがとうございます。今回は久しぶりにオランジェ島のクリエイトをやっていきます。前回はこのフルーツジュース屋さんを作ったので、たぬき商店の皮を挟んだ右側を作ります。この皮を境目にして右側は自然でいっぱいにしていきます。地図で言うとこの辺りを作っていきます。今回は森の中でティータイムがテーマなので崖を多めにします。では早速作っていきます。今回の動画の内容としては、まずは川の整備をし、次に崖を作り、1段目を飾り付けた後、2、3段目の飾り付け、最後に全体のバランスを見て調整します。今は川の整備をしているのですが、自然豊かな場所にしたいので、川をまっすぐにはせず Y 字になるように掘っていきます。中州を作りたいので Y 字にしています。フルーツジュース屋さんを作った時に川をまっすぐにしたのですが、まっすぐだと都会的な雰囲気が出てしまうのと単調になりがちなので、複雑にくねくねさしていきます。地形は複雑にするとなんとなく自然な感じに見えるので、あまり島クリエイトが得意ではない方にもおすすめの方法です。大まかに川ができました。さらに自然に見せるために Y 字の先に滝を作りたいので、崖を3段目まで作っていきます。今回の崖作りはかなり大掛かりとなっていて、湖の前の崖から全部つなげます。これだけ肉体労働をしているのに涼しい顔をしながら土木工事をしています。細い体の一体どこに筋肉を隠しているのやら、作っている途中でたまに確認して途中経過の達成感を味わいながら作業します。こういう途中経過の達成感を味わう作業も大切ですね。また肉体労働をしていきます。機械を使わずに手作業でコツコツと壁を作り、あっという間に人や建物が乗っても大丈夫なくらいの頑丈さへ。それを作り出しているのはメイシの鍛え上げられた筋肉です。鍛え上げられた筋肉が作り出した崖がこちらになります。こんな感じで中州を中心にして丸くなるように崖を作りました。これだけではまだまだ足りないので、さらに3段目を作っていきます。本当は突っ込んではいけないことだと思うんですけど、人一人分の高さのある崖をスコップ一つで作り上げるこの能力は、ちゃんと計算したらとんでもないマッチョだと思うんですよ。スコップが秘密道具なのかもしれませんが、人工的に作り上げられた崖を見たら、そこにとんでもないマッチョがいた形跡が残ることになりますね。いろいろと詳しい方がいたら、崖を作るのにどれぐらいの力がいるのか教えてくださると嬉しいです。マッチョがいた形跡を残せました。カメラで確認します。なかなかいい感じに崖が作れましたね。中心部分がへこんでいるので少しだけ奥行きを感じます。川の先端がつながるように滝を作っていきます。滝も一直線に作ってしまうより遊び心を入れてちょっとずらします。こんな感じでまっすぐだと少し味気ないので 1,2 マスほどずらします。右側の滝の上に川を作って、その上に橋を架けます。崖の上に橋を見えるように設置するのって本当に難しくて、もう3年近く集まりをしているのに必要な崖数がわかりません。最終的に測ったら川が 4×3 マスで、必要最低崖数は 9×9 くらいでした。もしかしたらもう少し多いか少ないかもしれないですが、意外とマス数を使いますね。橋が架け終わったので川の調整をしていきます。少し変化を加えて滝を2本にします。こんな感じになりました。滝がなかった時に比べると、滝がある方が動きが出て少しずつ良くなってきました。これで地形は完成したので1段目から飾り付けていきます。川の真ん中でティータイムをするために、まずはマイデザインを敷いていきます。
ガゼボの下にテーブルなどを置けたらよかったのですが置けないので、ガゼボの前にテーブルなどを置いて正面から見た時にガゼボの下にテーブルがある風にします。崖につるをたくさんかけてむき出しの崖を緩和させます。これがあるだけで自然な感じが出やすいので好きです。植物を植えれるだけ植えていきます。木に囲まれたガゼボにしたかったのですが、想像以上に土地が狭かったので川や崖を削ったりしてなるべく木を植えていきます。反省点としては、川を作る前にある程度家具を置いたり木を植えてから崖や川を整備した方が思い通りにいったと思います。もし川の中州を作ることがあれば、まずは家具を置いてからをおすすめします。その方が効率的ですよね。中州の部分はたくさん家具を置いて賑やかな感じにします。中州部分は完成しました。たぬき商店の道を右側につなげていきます。最初の計画ではここの川部分に橋を架ける予定でしたが、橋を多用しているので今後足りなくなってくる可能性があるのと、ここからもう自然界への入り口ですよという感じを出したかったので橋を架けるのをやめました。ガゼボの前の道は獣道にして整備されている感じを出さないようにします。オプションパーツとして石やレンガなどがあっても素敵かと思います。マイデザインの枠数的に結構難しいんですけどね。木があまり重ならないように木を植えていきます。私なりの方法ですが、いろんな木の大きさを使いながら広葉樹と針葉樹を使います。秋がメインの島なので広葉樹が多くなるようにしています。割合としては7対3くらいで広葉樹が多めです。縦横で1マスずつずらすようにジグザグに植えることが多いのですが、それだと割と木の間がスカスカになってしまうことがあるので、そういう時には植物系の家具やキノコの家具などを置いて隙間を埋めます。もしくは成長しきった木に変えたりしています。木の植え方や家具の置き方などは一例ですので、何かが参考になったら嬉しいです。1段目が大まかに完成しました。次は2、3段目を飾り付けていきます。2段目はここがメインなので植物を植えたりガゼボが強調されるような感じで飾り付けていきます。正面から見た時に3段目の崖の表面がガゼボから見えるので、それをたくさん引っ掛けていきます。おしゃれに見える万能アイテムですね。この2段目はほとんどのマスを埋めるようにして植物や家具を置きます。なぜなら2段目に隙間がたくさんあるとなんだか寂しい印象になりがちで、しかも隙間を生かすというのはかなりセンスがいるから難しいんです。穴を開けたところに木を植えたいので崖を調整します。竹も不自然だったので直せるチャンスですね。先ほどの話の続きですが、デザインの世界でも空白や余白はかなり重要だと言われていて、余白を制するものがデザインを制すという感じなくらい重要です。ただ、あつ森ではかなりのセンスが問われるのと、撮影した時にどう空白を生かすか計算しながら作る必要があるので、空白を生かせる方はかなりのセンスをお持ちだと思います。なので簡単にそれっぽく仕上げるためには数の暴力を使います。視覚的に多くの情報が入ることによってパッと見た時になんかわかんないけどすごいみたいのを作り出します。その時にはいくつか注意点があるのですが、色を使いすぎないだけ意識するといいかと思います。今回ならオレンジ、緑、ブラウンをメインにしています。無彩色と言われる白や黒、グレーなども景観の邪魔にならないので、メインの色以外にメリハリをつけたい時におすすめです。今後の予定としてこの3段目はさらに拡大して道を作るので、崖側に植物や家具などを寄せます。ここのフォトスポットから見るとせっかく飾った風車やキノコが見えないので、位置を調整して両方とも見えるようにしていきます。風車の位置にキノコのパラソルを置いて、端の右奥に風車を置きます。柵の代わりに丸太の杭を置いて低木と高さを揃えます。2、3段目が完成しました。風車もしっかり見えてキノコのパラソルもちら見えできました。最後に足りないところを調整していきます。
これで全て完成です。ただの崖だった時に比べると飾り付けてかなり変化しましたね。皮に中装を作るとただの皮も変化が出て凝っている風に見えておすすめです。筋肉でこの崖が作られていると思った方はグッドボタン、秘密道具で崖が作られていると思った方はチャンネル登録お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは完成ムービーをご覧ください。